当だ。スペイン風オムレツにイベリコ豚にエビ。なんとも思いませんね。では何も感じなくなるかも。値段じゃなくて高さ。こんなの見てるとなんかアウトドアの。忘れたね。アクションカメラを今撮りに来ました。なんていうんですか、これ T キャットっていうね SS ですね。はい。いやーよかったーって。ほらユリ、お前がお菓子を食べてスイッチをしてるのがバレてるぞ。どうする？僕何もしてませんけど。おはようございます。いつもよりね少しだけ遅く4時47分ぐらいに家を出ました。小手指駅のすぐそばまで来ました。いやーかなりね夜が明るくなってきましたね。ちょっとねこれ落っこっちゃってました。このフックが取れちゃってて、いやー大変。ちょっとすぐお水あげなきゃ。おはようございます。いつもよりね1、2分遅く出ました。これぐらいでもねちょうど間に合うはずなんですけど、変わったのそれぐらいかもしれないです。いただきますよ。キャンペーンお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ダブル焼き手です。素敵なアーバーパンプライン柏から船橋に行ってきました。船橋の駅です。いやちょうどね今ね BA9 に向かっているところ。いやなんかララポートビルが見えてきました。すごいな、めっちゃいい話。なんだっけ、はま寿司浜井だけ。何気にここで食べるの初めてかも、ラーメンね。はいはい。いや、わかんないですけど。上からブルブル震える。面白い。セミがめっちゃ鳴いてる。まあなかなかこの間案内させていただいたと。着きました。じゃん。行きましょう。それは難しい。おお、ガレージが狭くなってますよ。いやでもうまそう。めっちゃいい匂いする。
何それ。それも100均で買ったの。カエル。じゃあ逃がしてあげようか。危ないじゃん。息子たちと山形で散歩に出てます。今ね、このなんかボードで出かけてるんで、アクションカメラ使おうと思ってやってきたら、アクションカメラと思って持ってきたのが間違えてこのなんか電源の根元のやつでした。見つけもらったから取って見て戻してたみたいなみたいなよ。はははは。すごい絶景です。じゃあみことのやつは釣ろうかな。これが大丈夫だと思います。わかりませんが、うまい。あ、美味しい。って何？ガウチョパンツでダボっとしたこういうそういうやつ。スカートみたいに見える。お、夏のおすすめカレー。かわいい。ありがとうありがとう。はいはいはい。おろろろはいはい。ちっちゃいのカメラなんですよ。見えます？薄い。いただきますか。食べてますか。初めてこのあっさり美味しいカップヌードルを食べてみましょう。はい、じゃあ2つ目食べます。おお、ちっちゃいね、アマガエル。尾花沢スイカをしてます。山形美術館向こうです。山形のことは任せといてください。動画も撮っておきましょう。トキだよ、ほら。トキの頭をしてる。チンチン像だけ説明が書いてない。顔が削られちゃってるのかな。これは綺麗なところですね。ねえ、霞城公園。これはなんていう電車だろう。どうしたの？いやいや、明日会社行くよ。もう今日帰る。うん。はい、山形駅に到着しました。山形の郷土料理も食べれるということで、ちょっとこちらで時間を潰しましょう。で、今ビール4杯目でございます。やばい。飲んでたらね、意外にギリギリの時間になっちゃうんです。やばいよ。危ない危ない。お店のお姉さんが教えてくれたんですけどね、多分この目の前のあの通路をぐぐぐぐぐっと歩いていけば駅の反対側に出れると。ギリギリ間に合いました。相変わらずね、僕以外全員学生さんぐらいの若い人みたいです。なんていうところだろう。よくわかんないんだけどね、めっちゃ建設途中みたいなサービスエリアに止まってます。3時38分。無事に東京駅到着しました。5時半。
ありがとうございます。もしもし。お、今起きた。うん。あの後僕握手してもらいに行ったんですけど、なんかやっぱ爽やかな、いい若者でした。7時半の船橋競馬場です。今日も素晴らしい天気。八つ干潟がめちゃくちゃ綺麗です。ちょっと小祝の方が強いのかもしれない。これはもしかしたらはじめまして。お願いいたします。お願いします。やっぱり根腐れしちゃってました。牛乳を買ってこいという指令なのでバスをこっちに出ちゃうよ。4時20分、まだ真っ暗。葛西臨海公園、葛西臨海公園。ごちそう、いい香り。よかった。いや、いただきます。カキフライまでいただいちゃいましたよ。聞こえます？はい、こちらは大丈夫です。ああ、始まる。ゆるーい。朝のね5時です。爆走中でございます。ちょっとねスライドを仕上げに若干早く来ました。夜行バスで山形に行ったんですよね。はい、もうめちゃめちゃ熟睡できました。今回は誰でも書ける未来を動かす推薦の言葉。埼玉在住ですが千葉を愛する男、青年ベンティクルーター佐藤誠二さんです。秋葉原に来てます。 BNI のミーティングが終わった後で今日は初めての秋葉原のニーズマッチのセブンに参加します。そうですよね、なんか SNS めっちゃ出てる秋葉原駅です。移動します。比較すると分かりやすいかなと思っておりまして、ダイレクトメールでコンタクトする感じじゃないですか。今日ちょっと目黒に来てます。 FA として長く活躍。目黒のオフィスを出ました。これからね高田馬場に向かいますね。確かにね。で、内容ももちろんだけど性能そう。あ、知ってる？今アメリカ通信に日付が変わっちゃったんで、ダッシュに帰ります。
お湯を沸かしといてもらいたい。カップラーメンの。了解。ありがとう。よろしく。相変わらず尾花沢スイカがでけえ。今日はですね、地元所沢でモーニングアポということで、マンゴーフルの写真。はい、はい、僕の食べ方が汚いというですね。1週間出勤停止なんだみたいな。なってるなってる。でも10年後ってまだ60でしょ。小手指駅です。キックボードに帰ります。動画見ていただきましてありがとうございます。今回は2週間分をまとめて1本の動画にしてみました。1週間ずつでね、良かったんですけど、ちょうど弾丸で山形に帰省したというのが金曜日の夜の夜行バスで山形に行って、で日曜日の夜の夜行バスで戻ってくるっていうね、ちょうど僕の動画のペースだと切れちゃうんで、なんとなくこれつなげたいなという、それだけで2週間を一つの動画にしました。2週間分ね、毎日毎日日記動画をちゃんと編集できたなということで、そんな暇があったら仕事しろっていう感じなんですけれども、まあまあ、これをこれで、やり遂げられたなということで、よくわかりませんけれども、まあコツコツやれたという、地味な満足感があります。まあどうでしょう、やっぱり一番はこの2週間でいうと弾丸で山形に帰省したっていうね、妻の実家なんです。山形の尾花沢市で帰省をしまして、妻と長男と四男が山形に帰省してたんで、会いに行きたいなと思って会いに行ってね、非常に楽しかったんです。で楽しかったなと思って帰ってきて、月曜日に私こちらに戻ってきたわけなんですけど、火曜日にはみんな山形からこっちに帰ってきてたという、わざわざ会いに行って、あ、すぐに帰ってくるんだねみたいな感じでした。2つ目はね、やっぱり仕事の参加している BNI とか、ニーズマッチとか、そのネットワーキング的な、ともかくこの出会いがね、やっぱりこの2週間も多かった。3つ目はね、一番くだらないんですけど、今年の1月からやめていたキックボード通勤を再開しましたということで、なんだキックボード通勤って感じですけれどもね、電動じゃない、人力のやつです。ちっちゃい子供がね、カラカラカラーって遊んでる、あれを大きくしたやつということで、これがね、あるのとないのとで全然違うんですよね。朝がちょっと説明しても分かってもらえないというか、早いんですよ。朝駅までの移動が徒歩しか方法がないというね、歩くと30分近くかかっちゃうんで、なんとか時間を短縮したい。だけど仕事からお酒を飲んで帰るとか、なんなら帰りは雨が降ってるとか、いろんなケースあります。そうするとね、自転車を使っちゃうと、法に触れちゃったり、物理的に乗れなかったりがあるんですよね。何か
か方法ないかなっていう時にですね、僕の大学の先輩がいい方法あるぞと、俺キックボード使ってるぞっていうあたりから、そういうきっかけでスタートしたんですけど、去年ちょっと危ないかなと思って今年やめてたんですけど、また再開しました。再開したらですね、デメリットもいっぱいあるんですけど、やっぱり便利、朝10分20分時間短縮できますというね、シンプル、なんか爽快で面白いんですよね。下り坂とかシャーとか走ってると年下おじさんがキックボードでね、面白いとかっていうのは何なんだって話なんですけど、面白いです。僕そういった、必要に迫られてとか、やむに何ですか、やむにやまれずとか、やらなきゃいけないとかね、あるじゃないですか。お客様先への移動とか、会社へのね、通勤とか、早く起きなきゃいけないとか、いろいろなことはありますよね。でそれやらなきゃいけないことだったら、なるべく楽しくやれた方がいいんじゃないかな。楽しくやる方法ないかなみたいな。でそこでちょっと遊び心というか、この動画がまさにそうかもしれないんですけど、ここについてもね、やらなきゃいけないところ、やる必要全くないのかもしれないですけどね。見てていただいている方も実はいらっしゃるっていうのもね、とっても励みになるんですけど、1年後、2年後、実はこの動画2年前ぐらいからやってると、自分で見ても案外面白いんですよね。めったに自分で撮った動画わざわざ見返すとかないんですけど、覚えてもないみたいな感じなんですけど、1年ぐらい経ってからね、ふっと去年の今日、例えば今日で言うと8月27日、去年の8月27日って俺何やってたのかなみたいな時に動画を見るとめちゃくちゃ面白いんですよね。動画をきっかけにしてもいろいろ思い出して、この時こうだったなと、この時から全然成長してない、進歩してないなとか、ここは随分俺進歩したような気がするとかね。そんなのがもう本当にだから日記というか記録というか、見ていただいている方がいらっしゃったら本当にありがとうございます。ということでね、8月もそろそろ終わります。この動画の2週間も本当にありがとうございました。またね、新しい1週間もよろしくお願いします。